今回は、森のくまちゃん、と題して、かわいいバッグチャームを作る。では早速制作開始。このモールドは、100円ショップの、セリア、で購入したもの。まずは、黒色のジェルネイルで、目と鼻を描く。このジェルネイルは、Amazon で購入したもの。粘度が高めで使いやすい。色をピンポイントで塗れる。さて、くまちゃんのお鼻周りと、肉球の色を作る。着色剤は、宝石の雫を使う。イエローを投入。そうそう、今回レジン液は、星の雫を使ってるよ。さらに、ホワイトを追加して、これは見慣れた色ですぞ。これはまさに、たこ焼きの生地、のような色やね。そういえばご主人、最近たこ焼き作ってないなぁ。まあいいか。お鼻の部分はともかく、肉球の部分は、慎重に塗ろう。指の部分は塗りやすいように、傾斜をつけてから着色。爪楊枝より、針のような、もっと細いものを使った方が良かったかも。まあ無事に塗れたので、よしとする。しっかり効果。今回くまちゃんは、チョコレートのような仕上がりにしたいので、体は、チョコレート色にするため、色作りを工夫する。ブラウンに、さっきの、たこ焼きの生地を少々加える。すると、チョコレート色が完成、って、かなり変な説明ではある。そして単純に、モールドの限界まで、調合液を注ぐ。無事硬化したら、くまちゃんの装飾を行う。これだけでも、十分可愛いんだけど、首周りに、キラリと光るネックレス、ラインストーンを巻いてあげよう。このラインストーンは、セリア、で購入したもの。カットしたら、レジン液を使って接着する。それにしても、このモールドは超優秀。めっちゃ精度高い。しかも100円、プラス、消費税で手に入るなんて驚き。控えめに言っても、100均最高。これでくまちゃんは完成したので、次は、木を作る。木といえば当然この色。というわけで、宝石の雫、グリーンを使う。そしてなぜかここでも、たこ焼きの生地、を足す。今回は、たこ焼きの生地が大活躍、不思議な色合いだ。さて、いつも使っているブリオンを、レジン液に浸してから配置。ブリオンは、多分10個ぐらい使ってるかな。配置したら、一旦硬化しておくのが、ミソ。するとこのように、ブリオンの位置もずれず、バッチリ仕上がる。この木も、そこそこ厚みがあるので、しっかり硬化しておこう。これで木も完成。次は、音符を作る。音符は、2色の構成。1色は、たこ焼きの生地を使い、もう1色は、ピンクと、ホワイトを調合。ホワイトを入れすぎたので、少しだけピンクを足す。さて、色が完成したら、いよいよ着色していくんだけど、
モールドを斜めにしたまま、たこ焼きの生地を塗るのが、ミソ。もちろん降下する際も、斜め傾斜状態でスタート。斜め状態では、一気に着色できない。複数回に分けて着色。省略したけど、少しずつ塗っては降下を、4回繰り返したみたい。あとは、もう一色を流し込んで、降下する。モールドの限界まで、一気に注いで問題なし。少しだけバリが気になるので、カットする。これで、音符も完成。それでは最後のパーツを作ろう。まずは、レジン液を半分ぐらいモールドに注いで、降下。このパーツは、着色せずにシンプルに作る。この、蝶のスパンコールは、どこで購入したか忘れたらしい。こんな感じで蝶を、レジン液でサンドイッチする作戦。いやこれ、僕やんか。さて、奥さんが蝶を封入する作業を、行っている間に、次回作品についての、お話です。後日、インスタグラムと、チャンネルのコミュニティでお知らせするね。実はまだ、奥さんの作品ができていない。でも大丈夫。もう少しで次の作品が完成するからね。チャンネル登録して、動画投稿を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。そしてついに、登録者700名突破。皆様に感謝。今後も継続して投稿するので、引き続き応援よろしくお願いします。さて、奥さんの作業工程を見ていこう。これで、すべてのパーツが完成したので、次の工程は、ちょっとホラーな感じになるけど、クマちゃんの頭に穴を開ける。穴を開けるのに使ったのは、いつもの高性能電動ルーター。こんな感じで、穴にレジン液を塗って、接続パーツを差し込み、降下。あとは同じように、接続パーツをつけていく。作業工程を省略してるけど、各パーツの接続箇所は、この部分。というわけで作品完成。可愛い僕のエンディングまでぜひ見てね。それではまた、次回の作品で会いましょう。